このように脇がえぐれているんです。ぐるっと一周歩けます。こんな感じで。この電車、新幹線です。はい、皆様、こんにちは。次郎でございます。はい。本日はちょっと長めのポッドキャストをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、私、次郎、いつも早い日本語で話してしまう癖があります。早い日本語は、日本語を学んでいる人たちにとって少し聞きにくい時があります。今回は日本語を学んでいるあなたのためにゆっくりめの日本語で話していきたいと思います。頑張ります。ただ、テンションが高ぶってくると、早い日本語で話してしまう時があるので、その時は、次郎くん、もうちょっとゆっくり喋ってって言ってください。あなたの気持ちを受け取ってゆっくり話します。はい。よろしくお願いします。さて、皆さん、本日はどのような一日だったでしょうか。私は今日はとても疲れました。本当に疲れました。忙しかったんです。そして今は夜の11時です。なので非常に眠たいです。ただ皆さんの前でこうやってポッドキャストを収録できるのがとても楽しいので、どんどん目が覚めてきました。本当です。皆さんは今日どんな一日を過ごされたでしょうか。今日は皆さん何をしましたか？学校に行きましたか？オフィスに行きましたか？それとも家でゴロゴロしてましたか？私、家でゴロゴロしたいですね。ただ、ちょっと忙しいんで、それは難しいんですけどね。はい。今日は何をするかと言いますと、インターネットを使って少しお散歩をしてみたいなと思います。インターネットでお散歩ってどうやってやるんでしょうか。皆さん、想像つきますか？ちょっとお水飲ませてください。喉乾きました。お水っていつでも本当に美味しいですよね。私、水大好きです。水毎日たくさん飲みます。それだけど、コーヒーはあまり飲みません。お酒もあまり飲みません。はい。なので、とてもつまらない人生を過ごしております。そうなんですよ。私、コーヒー全然飲まないんで、スターバックスにも全然行かないんですね。その代わり、あまりお金を使うことがないので、お金に困ることはないです。はい。だけど私が今悩んでるのは、何か趣味が欲しいということです。何かおすすめの趣味がありましたら、私、次郎にコメント欄で教えてください。それを私の趣味にしたいと思います。はい。さて、前置きが長くなりましたが、これですね。Google Earth を使ってお散歩をしていきたいと思っております。はい。皆さん、Google Earth 使ったことありますかね？僕は
Google Earth を使ったことがあります。ただ、あまり頻繁には使いませんね。地図を見るときは、だいたい Google マップを使います。Google Earth を使うことはあまりありません。ただ、このようにグラフィックがとても綺麗なので、使いたいなと思う時がたまにあります。今回はこの Google マップじゃなくてGoogle Earth を使って日本の有名な場所を探検してみたいなと思います。ちなみにこの Google Earth に映っている星たち、この地球の周りの星って本当に存在している星なんでしょうか？本当に存在しているんですかね？今、私気づいたのですが、太陽がどこにもありませんよね。普通宇宙って言ったら太陽がどこかにあるはずです。僕が今見ているこの地球は常に太陽で照らされているので、僕が移動するこのように地球の違う場所を見るたびに太陽の位置が変わっているようですね。はい。それではまず、皆さんは日本がどこにあるかご存知でしょうか？難しいですね。地理の問題です。これは何でしょうか？これは南アメリカ大陸ですね。ここに大きくブラジルがあるはずです。で、ここにアルゼンチンがあって、ここにチリがありますね。そして、ここの国々があって、ここにアメリカがあります。その横にはカナダがあります。さて、グリーンランドはどこですか？グリーンランド、これですかね。雪で覆われてますね。グリーンランド、いつか行ってみたいです。そしてここにアイスランド、イギリスでヨーロッパがありますね。普段地図で見る方向と違います。この画面で言うと上側が南で下側が北になっていますね。普段僕たち日本人が見る地図は上側が北、下側が南なんで、今のこの地球の状態は普段で見る地図の方向とは違います。さて、これはどうやって回転するんでしょうか？こうですね。できました。これで僕が普段見ている地球の方向になりました。ここにあるのはアフリカ大陸ですね。ナイジェリア、アルジェリア、スーダン、エチオピア、あとはここには南アフリカ。アフリカ行ったことないんですよね。でも行ってみたいです。そしてここは中東ですね。シリア、イラク、サウジアラビア。ここら辺の国々も全然行ったことないです。ただ、いつか絶対に行きます。僕の夢は世界の国全部行くことです。残念ながら
英語と日本語しか話せないのですが、いつかアラビア語やその他の言語も話せるようになりたいと考えています。また水飲みます。なんか喉が渇きますね。乾燥しているんでしょうか？いや、別に乾燥しているわけじゃなさそうです。50% でした。湿度が 50% でした。じゃあ、ただ単に話しているから喉が渇いてしまったようです。はい、まだ日本が見つけられませんね。これがインドですよね。アフガニスタンですよね。パキスタンですよね。はい。ここに大きな国がありますね。ロシアですね。そしてモンゴル、中国、そしてこちらには ASEAN の国々があります。ベトナム、ラオス、ミャンマー、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン。はい。そして、ここは豪州の地域です。オーストラリアとニュージーランドが見えます。オーストラリアなんか色が赤いですね。そして皆さんお待ちかねの日本がここにあります。はい。美しい形をしてますよね。多分日本人だからそう思うんですよね。日本があって、日本の近くの国々はどこがあるかというと、先ほど紹介したロシア。ロシアは本当に近いですよ。ここもロシアですからね。ロシアって本当に大きな国ですよね。東は日本と接していて、西はヨーロッパと接してるんですね。本当に大きな国です。ただ面白いのが、ロシアの人口と日本の人口はほとんど同じです。確かロシアの人口が1億4000万人。そして日本の人口が1億今2000万人ぐらいですね。日本の人口は今年々減っています。理由は少子高齢化です。子供の数が減って老人・高齢者の数が増え続けています。その少子高齢化や人口減少の問題は、この東アジアの地域ではそれぞれの国で大きな問題となっています。日本だけではなくて、お隣の韓国や中国や台湾でも少子高齢化が発生しています。はい。日本に最も近い国といえば、韓国ですよね。韓国。ここら辺、様々な領土問題を抱えている地域ではありますが、この大きな島、対馬と言うんですが、これは日本の島です。韓国の人たちもそれは日本の島だと思っています。で、対馬は韓国からとっても近いですよね。実は韓国から対馬、そして対馬から日本の福岡まで船で結ばれています。なので、日本から韓国まで飛行機を使わなくても船で行けてしまうんです。面白いですよね。で、僕はその船に乗ったことがないんですが、いつか
船に乗って韓国に行ってみたいなと思っております。そして韓国の上には北朝鮮があります。はい。韓国と北朝鮮。同じ朝鮮半島にある国です。ただ、日本と北朝鮮は国交がないので、直接飛行機で行くことはできないんですよね。なんで、北朝鮮に行こうと思ったら、中国経由で行く必要があります。北朝鮮もいつか行ってみたいですね。はい。こんな感じ。韓国と北朝鮮、中国やロシアと日本は近いですが、その他は台湾は結構遠めで、フィリピンともなるともっと遠いですね。ただ、この石垣と書かれているところと、宮古って書かれているところありますけど、ここら辺の島々は日本の島なので、日本の一番西にある島から台湾はとっても近いです。ここにその島があるはずですね。これ、与那国島って言います。与那国島という島です。天気がいい日は、与那国島から台湾を見ることができるそうです。はい。なんで、与那国島から台湾まで船があるのかなって思うんですが、韓国と日本の間、ここですね、のように船が通っているわけではなくて、ここの間は船が通っていません。ただ、船を就航させようという取り組み自体はあるらしいです。はい。ここはグアムですね。グアムはアメリカの領土です。アメリカの領土ってこんなところまであるんですね。はい。日本の一番南の島は沖ノ鳥島って言うんですが、小さすぎてここからは見えませんね。小笠原村とありますが、これは東京都の島です。はい。もちろん人が住んでいます。ただ僕は行ったことがありません。いつか行ってみたい島の一つです。さて、話が長くなってしまいましたが、これが日本です。主要な都市には文字が出ています。上は札幌。この島のことを北海道と言うんですが、北海道の県庁所在地、つまり北海道の最も大きい都市が札幌です。北海道はロシアにとても近いです。そして皆さんが知っているのが東京ですね。東京は日本の首都です。そして東京に次いで2番目に大きい都市が大阪です。大阪の次に大きな都市は名古屋です。ただ、名古屋は今文字として出ていませんね。あ、出てきました。名古屋。ちょうどこの日本の本州の真ん中あたりにありますね。そして先ほど名前が出ていたのが福岡。先ほども言った通り、福岡から韓国まで船が出ています。この福岡があるこの島のことを九州と言います。福岡は九州で最も大きい都市です。それに加えて確か4番目に大きい日本の都市だったと思います。
東京が1番、2番が大阪、3番が名古屋ですね。日本をこのように見ていると、このように点線でエリアが分かれていますよね。このエリアのことを県と言います。日本は県という単位で分かれています。日本には47の都道府県があります。東京は東京圏ではなくて東京都です。大阪は大阪県ではなくて大阪府です。ちょっとややこしいんですが、一部の都道府県、一部は県ではなく府や都といった文字がつきます。皆さんのお気に入りの県はどれですか？皆さんはこのどこかに行ったことがありますか？私はまだ半分も行けてないと思います。ただ僕はもう20代なので、死ぬまでにすべての都道府県を回りたいと考えています。お水飲みます。皆さん今見てわかる通り、日本はこのように四方八方を海で囲まれています。なので、どの国とも陸続きではありません。例えば、北朝鮮だったら、韓国と陸続き、中国と陸続き、ロシアと陸続きです。一方で日本は、どの国とも陸を共有していません。はい。なので日本は海に囲まれた国です。海に囲まれているので、豊富な魚介類が有名です。日本のどの場所に行っても美味しい海鮮丼を食べることができます。少しもっと寄ってみましょう。まずは東京に行ってみたいと思います。ワクワクしますね。このように見ると面白いですね。東京が首都だということがわかりやすいです。大きな道路がすべて東京に向かってきていることがこの黄色い線を見ればわかります。おっと、東京の左に何か見えますね。富士山です。皆さんは富士山を知っていますか？富士山は日本で一番高い山です。3776メートルです。おー。壮大な景色ですね。この富士山、右下に少し変な形が見えます。これ実は宝永山という山です。これ見たらわかりますか？富士山の脇がこうやってえぐれています。実はここ約200年前だったかな、300年前だったかな、そんなぐらいの時期にここから噴火したんです。なので富士山ってこのように綺麗な三角形になっていると思われがちですが、このように脇がえぐれているんです。おっと、
こんなところまで道が来てるんですね。富士山総合指導センターらしいです。何をする施設なんでしょうね。おー、壮大な景色が広がっていますね。雲の上にいますね。太陽がここにあります。なかなか綺麗な景色ですね。ここにはたくさんの富士山に関する写真があります。この写真素晴らしいですね。バイクでここまで登ってきたんでしょうか。雄大な景色が広がっています。こんな景色、奥を見てみたいですね。おっと、これはどうやって戻るんでしょうか。あ、戻れました。はい。実は私、人生で一度富士山に登ったことがあります。ちなみに、ここら辺ぐらいまで登った気がします。私が中学生の頃ですね。最近は富士山に行っていません。ちょっと火口を見てみましょう。うわー、すごいですね。この火口の真下に神社があるんですか？本当にあるんですか？よくわかりません。ただ、見てわかるのは、ここにはたくさんの神社があるということですね。この中に4つはありますね。まず1つ目がここ、2つ目がここ、3つ目がここ、4つ目がここということで、やっぱり富士山は昔から日本人にとって大切な場所だったということがわかります。ここも本当に神社なんですかね。写真がないのでわからないですが。はい。これが富士山でした。かっこいいですね。これはいつの季節の写真でしょうかね。雪が残っています。はい。これも標高が低くなればなるほど、こうやって緑が増えていくんですね。これが富士山。壮大ですね。そして、この富士山から目線を変えてみましょう。はい。ここから東京方面を今見てみているところですけど、東京の街並みがまだ見えませんね。少し寄ってみますか？パソコンが画像を読み込んでいるので動作が少しカクつきますね。もうちょっと低めに行ってみましょうか。今、富士山から東京方面に向かって進んでいます。なんかビルがたくさん増えてきました。ここにまず一つビル群があります。そしてさらに向こうを見るともっとたくさんのビルが見えます。あれが東京の中心地ですね。行ってみましょう。今僕がいるのは神奈川県という場所で、ここに走っているのが多摩川です。多摩川。
は東京都と神奈川県を隔てる川になります。この多摩川を越えるとやってきました。東京ですね。いやっぱり大きな都市ですね。読み込む 3D データが多いので、パソコンの動作がかくついています。まず何から見ましょうか。まず目を引くのは何といっても、あの赤い建物じゃないですかね。何ですかあれ。これです。これは東京タワーですね。東京タワーは333メートルの電波塔です。当時は日本で一番高い建物でした。今は何かやってるんですかね。昔はテレビの電波を発していました。またラジオの電波も発していました。ただ最近はちゃんとそのアンテナとしての役割を果たしているのかは私は分かりません。こちらの東京タワー、展望台が2つあったと僕は記憶しています。一つがここで、もう一つ目がここですね。東京タワーから見る景色はとても綺麗なんですが、最近は東京タワーよりも高い建物が増えてきたので、東京タワーからの景色が特別高いわけではなくなってきました。はい。東京タワーの周りを見てみると、ほら、この東京タワーのすぐ横で東京タワーと同じぐらいの建物があります。こちらの建物、この写真では建設中になっていますが、今はもう完成しています。はい。今、これを見る限り、絶賛建設中といった感じですね。建設中の様子が今、こうやって見えます。はい。ここも何か工事をしていますね。東京はすでにとっても発達した都市なんですが、未だに開発を続けています。さて、先ほど皆様気づいたでしょうか。東京タワーと比べても圧倒的に大きな建物が映り込んでいました。はい。これが東京タワーですね。そして目をあちら側に向けると、はい。東京タワーの向こう側に何か見えますね。はい。行ってみましょう。これが東京タワー。そして向こう側に何かあります。あれは何でしょうか。はい。こちら、東京スカイツリーです。東京スカイツリーは日本で一番大きな建物です。皆さんは世界で一番大きい建物を知っていますか？世界で一番大きい建物は確かブルジュ・ハリファです。ブルジュ・ハリファってドバイの建物ですよね。違ったらごめんなさい。そして世界で2番目に大きい建物がこのスカイツリーです。僕が持っている最新ではこのスカイツリーが世界で2番目です。ただ僕の知識は少し古いので、もしかしたら他の建物に抜かされているかもしれません。
ただ、僕の知識の中では、このスカイツリーが世界で2番目に大きな建物です。こちらは電波塔としての役割を果たしております。ただ、この東京スカイツリーは都心からは少し離れています。今、皆さんが見てわかる通り、この東京スカイツリーの周りには高い建物がありません。高い建物はこちらに密集しております。なので、東京スカイツリーは都心からはちょっと離れた場所にあります。この東京スカイツリーからは富士山も見えるそうですね。東京スカイツリーも東京タワーと同じように2つの展望台があります。一つはここ。もう一つがここです。この2つ目の展望台はなんと坂になってるんですね。こちら見えますでしょうか。はい。これ面白いですよね。ここからここまでぐるっと一周歩けます。こんな感じで。はい。こんな感じで一周つながっています。僕はこの東京スカイツリーに確か一度か二度行ったことがあります。登ったことがあります。登らないのだったら何回も行ったことがあるんですが、登ったことがあるのは確か1回か2回だったような気がしてます。ただ、もっと私が若かった頃なので、あまり記憶にありません。あまり記憶にありません。はい。こちらが、スカイツリーでした。なんか今、興味深いのが映りましたね。浅草モスク。日本はイスラム教徒があまりいないんですが、ここにモスクがあるんですね。へえ、知りませんでした。日本はイスラム教徒の方々にとっては少し暮らしにくい場所だと思います。理由はいろんな食べ物に豚肉が含まれているからです。豚肉が様々な調味料にも成分として紛れているので、豚肉を避けながら暮らすのはとても難しい場所だと思います。はい。今、東京スカイツリーを見てきました。そして、この大都会の真ん中に大きな緑があります。大きいですね。でも、こんな大都会にいきなりあるこの緑、公園か何かですかね。これ実は天皇の家です。皇居と言います。ここは昔、江戸城というお城でした。その江戸城が今は天皇が住む大きなお家になっています。とても綺麗ですね。天皇とは日本の何でしょう。天皇は天皇なんですけど、他の国でいう王様や皇帝に近い存在だと思います。英語だとエンペラーと呼ばれることもあります。そしてこの皇居の向かい側にあるのが、よいしょ。東京駅です。はい。これが東京駅です。
つまり東京駅とこの皇居は一本の道で直結しているということになります。天皇が何か日本の東京から離れた地方で仕事をするときは、この東京駅から列車に乗って移動することになります。東京駅の外観を見てみましょう。はい。思ったより綺麗に見えますね。Google Earth はやっぱりすごいです。この東京駅はこのようにレンガ造りの建物になっています。とてもヨーロッパ風の建物ですよね。実はこの東京駅、建てられる時にオランダのアムステルダム駅をモデルにしたらしいです。はい。なのでこのようにヨーロッパ風の外観になっているわけでございます。ただこれも側面だけです。このヨーロッパ風の外観のすぐそこにはこのようにたくさんのプラットフォームが並んでいます。ここからたくさんの電車が毎日出発しているわけです。ここに見える電車は何でしょうか？白い電車が見えます。はい。この電車、新幹線です。日本の全国各地に速いスピードで移動することができます。皆さんももし日本に来たとき、日本に来るとするならば、新幹線に乗ってみるといいでしょう。日本の観光名所はたくさんありますが、外国人に人気の日本の回り方は、東京や京都に行くことです。もちろん、東京駅から京都駅まで、この新幹線1本で行くことができます。新幹線の最高速度は約300キロ。とっても速いんですが、中は静かで快適な旅を楽しむことができます。東京駅のこちら側、丸の内側はこのようにヨーロッパのレンガ風の建物になっておりましたが、この八重洲側は全くそんなことはありません。現代風の見た目となっています。はい。これが東京駅です。皆さんももし日本に来ることがあれば、おそらくこの東京駅を使うことになると思います。それでは東京に来るときはどの空港から来ることになると思いますか？はい。このように目線を引いてみても空港らしき場所がありませんよね。そうなんです。東京のすぐ近くには空港はありません。ただ、もし東京に飛行機で来るとすれば、使うとしたら空港が2種類あります。一つ目は羽田空港です。羽田空港はどこにあるかと言いますと、ありました。ここですね。羽田空港。見るからに人工島ですね。カクカクした形の島の上に羽田空港があります。先ほど
の東京スカイツリーがここで、東京駅がここなので、東京から東京スカイツリーの距離の約4倍の位置にこの羽田空港があります。羽田空港のすぐそこには神奈川県があります。この羽田空港から1日に何本もの飛行機が飛んでいます。この羽田空港、京浜急行という電車で、この羽田から東京の中心地までがつながっています。こちらが羽田空港、東京の中心地から一番近い空港です。ただ、私が言った通り、もう一つ空港があります。そのもう一つの空港は、羽田空港から東京の中心地の距離よりももっと遠い場所にあります。そのため、羽田空港と比較して比較的安いチケットの飛行機が多いです。その空港はどこにあるんでしょうか？おっと、どこにも見えませんね。どこにあるんでしょうか？空港。なんか今見えましたね。これ空港っぽくないですか？これは何でしょう？空港のマークがあります。はい。こちら、もう一つの空港、成田空港です。成田空港は東京都ではなく千葉県という県にあります。日本に旅行に来る方はこの成田空港を使うことも本当に多いと思います。この位置からですと成田空港と東京の中心部と先ほどの羽田空港を見ることができます。東京から羽田空港はこのくらいの距離に対して東京から成田空港はこんなにも距離が離れています。確か電車で1時間半ぐらいかかった記憶です。ただ、成田空港からの飛行機の方が比較的安いので、旅行に行くときは私は成田空港をたくさん使います。さて、今2つの空港をご紹介しましたが、東京に来るときにこれらの2つの空港を使うのであって、その他の都市、例えば大阪とか名古屋とか福岡に行く場合ですと、そこにはそこの空港がありますので、この羽田空港や成田空港を使う必要はありません。はい。また東京に戻りましょう。先ほど東京駅と皇居を見ていたときに何かここに白いものが見えました。これ何ですかね？白い物体のように見えます。これ何をする場所かわかりますか？これは東京ドームという施設です。東京ドームは野球場です。皆さん、野球というスポーツはご存知でしょうか？野球は日本で最も人気のスポーツの一部です。日本で人気のあるスポーツ、多分トップ2は野球とサッカーだと思います。これはその野球をするための施設です。屋根があるんですね。ただし野球だけではなくて、
コンサートやその他のイベントも開かれたりします。ほら、野球に関するミュージアムもこの東京ドームには併設されています。東京ドームを象徴する何かいい写真はありますかね？地表から見るとこんな感じの見た目をしています。緑色で大きく東京ドームと書かれていますね。はい。中がこんな感じ。ほら、こうやって野球ができる空間が広がっています。今この写真で気づいたかもしれませんが、右側に何か映っていますね。これ実はジェットコースターです。東京ドームには遊園地が併設されています。ほら、ここに遊園地の写真がありますね。ジェットコースターだけじゃなくて観覧車もありますね。で、この観覧車の穴をくぐるようにジェットコースターのレールが敷かれています。こちらが先ほど見た東京ドームです。なので、この東京ドームも含めて東京ドームシティと呼ばれています。一つの街のようにいろんな施設が入っているからですね。いいですね、この写真。お酒を飲みながら野球を観戦しているようです。こんな休日最高ですね。おっと、どうやって物折れがいいのかわかんなくなっちゃいました。おっと、この画面に来ると私はいつもどうやって戻ったらいいのかわかんなくなります。お、なんか戻れました。ラッキーです。はい。そして今見たのが野球場。そしてここですね。ここにも野球場がありますが、ここに見えるのがなんとこれは国立競技場という建物になります。これは何をするための施設かと言いますと、いろいろな競技をする、野球以外のいろいろな競技をする施設でなっております。そして、ここに見えますか？オリンピックのマーク。はい。こちら2020年の東京オリンピックのために作られた競技場になっております。ここで開会式と閉会式が行われました。そして先ほども野球場があったんですが、ここにも野球場があります。この野球場は先ほどの東京ドームを本拠地とする読売ジャイアンツとは別の球団の本拠地となっております。そしてこの野球場の横には他の施設があります。こちらはラグビー場です。そしてここにはテニス場があります。なのでこのエリア、国立競技場を中心とするこのエリアはスポーツのコートがたくさんあります。見てください。ここに野球場2つあるのに、ここにも野球をできる場所がたくさんありますね。なかなか興味深い街です。そして先ほど皇居が広い公園のようだと言いましたが、この右にも左にも公園のような見た目をした緑生い茂る場所があります。こちらは新宿御苑という場所。そしてこちらが明治神宮と言われる場所です。明治神宮。
正確にはここが明治神宮で、ここが代々木公園です。代々木公園が多分こんくらいの広さで広がっています。代々木公園はその名前の通り、もちろん公園です。代々木公園は観光客にも人気の渋谷というエリアからとても近いので、都心のオアシス的な存在になっています。明治神宮はとても大きな神社です。明治時代の天皇が祀られています。1月1日のお正月、元日にはたくさんの日本人がこの明治神宮を訪れてお参りをします。また、この代々木公園、広いですよね。日頃から様々なイベントが行われています。それに加えて、冬のシーズンはイルミネーションで青くきれいに飾り付けられます。代々木公園の写真を見てみましょう。うわ、綺麗ですね。これは何の花ですかね。桜でしょうか。梅でしょうか。この写真は桜を捉えていますね。桜はとても綺麗な木です。毎年3月から4月にかけてピンク色の花を咲かせます。そのシーズンになると友達や会社の人、学校の人とお花見をしに出かけることがあります。代々木公園もきっと有名なお花見スポットだと思います。さて、この代々木公園、先ほども言った通り、観光客に人気の場所、渋谷からとても近い位置にあります。それを少し見てみましょう。はい。この目線で渋谷の街が見えました。少し寄ってみましょう。進め、進め、進め、進め。はい。もう到着しちゃいましたね。これが渋谷の中心部です。今このように工事されていますが、確か今の状況だと工事はほぼ終わっているかなと思います。ここにあるのが有名なスクランブル交差点という交差点です。これですね。ここには毎日たくさんの観光客がいます。最近は外国人の人の数がとても多いです。なので、多分このエリアだと日本人よりも外国人の数の方が多いんじゃないかなと、そう思います。渋谷には様々な有名なスポットがありますが、この渋谷スクランブルスクエアはとても人気な建物の一つです。見てください。ここに大きなヘリポートがありますね。ここに大きなヘリポートがあるんですが、この一番上の空間、渋谷スカイといって入場料を払えば誰でも入ることができます。そしてこの渋谷スカイから壮大な東京の景色を見ることができます。こっち側は東京の中心部じゃないんですけど、この渋谷スカイから東側に目を向けると東京の街並みを一望することができます。ちなみにこの渋谷スカイ、夜に行くのがおすすめだそうです。理由は夜景が綺麗だからだそうです。さて、
渋谷には他にも魅力的な場所がたくさんあるんですが、本日はもう1時間を過ぎてしまいました。ということで、今回のお散歩はこれで終わりにしようかなと思います。皆さん、私のつまらないお話を聞いてくださいましてありがとうございました。またいつかこのような Google Earth お散歩企画をやりたいと思っておりますので、皆さんその時はぜひ動画を見てください。ということで今回のお散歩はこれで終わりです。皆さんありがとうございました。それではおやすみなさい。